はい、皆さん、こんにちは。モノルです。今回はですね、このビッグビッグウォーのゲールホールっていうコントローラーをレビューしていきたいと思います。中国では3月に発売されていて、で、国内では2024年9月6日発売ということで、まだね、言うてそんなに半年ぐらいですか。中国発売から数えると9ヶ月。国内発売で言ったらたったの2ヶ月しか経ってないコントローラーなんですけど、もうだいぶ旧機種っていうイメージがついているかなって思うんですよね。で、この約半年の間にいろんな製品、コントローラー発売されてきましたけど、それと比べてどうなのかっていうところとか、やっぱりこの機種の特徴ってホールエフェクトのスティックだと思うんですよね。でこの、言ってみればですね、ホールエフェクトをコントローラーに採用して一番売れた機種じゃないかなと、初期にはですね、一番売れた機種じゃないかなと思うんで、今改めて見ていきたいなっていうのが今回のレビュー動画になってます。で、もちろん、いつも通りレスポンスカーブ測って、で、リニアにしていく方法なんかも解説しているので、ぜひよかったらご覧ください。簡単にスペックの方を見ていきましょう。ゲールホール PC コントローラーという名称で、ホワイトバージョンもあります。充電ドックがついてるっていうのが結構特徴的ですね。USB ドングルと高さの異なるスティックがついてます。非常に盛りだくさんな内容なんですけど、価格はだいたい9000円弱っていうところで、かなりリーズナブルな商品かなと思います。対応機種は PC、スイッチ、iOS、Android、有線接続、Bluetooth 接続、無線ドングル接続に対応しています。遅延は 6.1ms で、この世代のコントローラーとしては悪くない数字かなと思います。ホールエフェクトスティックで、背面は4つのボタンがついています。無線のポーリングレートは 125Hz で、有線のポーリングレートは 1000Hz です。ジャイロセンサーもついているので、スイッチでスプラトゥーン3などのゲームをジャイロ機能を使って遊ぶことができます。で、早速なんですけど、開封したてなんでね、このまま、デッドゾーンだけゼロにして、操作感の方か、射撃訓練場で、APEX の方でチェックしていきたいと思います。はい、それで、ビッグビッグワンアシスタントの方をゲールホールで見ていきたいんですけど、まずファームウェアのアップデートですね。これは私の製品では必要ありませんでした。最初から最新バージョン0700になっていて、ファームウェアを更新しても最新ってなってました。なので、このまま使っていきます。で、デフォルト設定見ていくと、スティックデッドゾーンが左右両方とも 12% 入っていたので、これを0に設定して、よいしょ。はい。これで打っていきたいと思います。はい、そしたら打っていきます。はい、今この LT、RT アナログトリガーのままでこうやって打ってるんですけど、やっぱりこれだけストローク深いとですね、これだけトリガーがストローク深いとかなりエイムブレますね。ちょっと L1、R1 打ちに変えてみたいと思います。新しいレベルということはつまり殺人マシンをアップグレードするってことだよ。アップグレードを選んだよ。友達じゃない人にたくさん怖がってもらえるといいな。はい、結構ですね、初期のホールエフェクトスティックなんですけど、割と感覚はリニアに近くて、さすがに売れた商品っていうだけあって、すごく素直な感覚で打つことができます。ちょっと慣れたらこのぐらい当てていけることができますね。そうですね。やっぱり初期に出た製品としてはかなりスティックの作りっていうのがいいですね。すごく完成度が高い気がします。これならデッドゾーン切っただけでですね、速攻実戦投入っていうのもありなんだろうなっていうふうに思います。あと打ち方ですよね。
フルオートずっと前段打ちっぱなしにすると追い切れない時っていうのがどうしても出てきますけど、こう切り返しのタイミングであえて打つのやめてみるとかすると当たりますね。はい、結構当てていきます。全体的にこうマイクロスイッチとか使われてないんで、メンブレンのボタンだったりするのでですね、その辺やっぱり押し心地っていうのはいまいちだったりするんですけど、押した感覚っていうのがあんまりフィードバックがなくて、ちょっといまいちかなっていう感じはありますね。さすがにその辺はこういう最新型のコントローラーですよね。ブリッツ2、TMR とかっていうコントローラーに比べると劣りますけど、ただシンプルながらすごく完成度が高くて安心感のある使い心地がなんかあるような気がしてしまいます。やっぱりこう L1R1 射撃だとちょっと違和感があるので RT、LT で射撃したくなりますね。はい。そんなわけでちょっと RT、LT をトリガーストップを自分で改造してつけてですね、ストローク短くする改造をやってみたいと思います。まず電源を長押ししてオフにします。で、まずネジをこの1、2、3、4、5、6箇所外していきます。結構ね、ネジがはまっちゃって取れないものが多いんで、そこは気にせずに、どんどん外していっちゃいます。はい。ネジ全部外し終わったら、こういうですね、開封ツール使って、LT、RT の間のところから横側のこの線に向かって外していくのが一番外しやすいと思います。開封ツールなかったらちょっと痛みますけど、マイナスドライバーとかで外してみてください。かなりね、外しやすい方のコントローラーだと思います。はい、こうやってここに1箇所、ここに1箇所。で、はい、この辺に2箇所かな。ここに1箇所ですね。あと反対側も同じようにして、外していきます。はい、全部外れたので、このまま引っ張って外していきたいと思います。できればこうやって本体の正面を上にして外すといいと思います。ここにね、細かいパーツがあって、これ外れるんですよ。こうやってね。なので、このまま上に持ち上げてやるといいと思います。はい、それで外すことができました。そしたら、ここの本体背面側のトリガーのロックっていうかトリガーストップになってるこの台座があるんですけど、ここにかさ増しをしてあげる形でやるとトリガーストップが上手に作れると思います。はい、おすすめの製品がこちらで100均ですね。これダイソーじゃなくて、どこかな、ダイソーか、セリアか、どっちか、多分ダイソーだったと思うんですけど、で、買ってきた 40mm のクッションラバー。これ本当は家具の滑り止めに使うラバーなんですけど、これを使うとやりやすいです。このぐらいのサイズにね、このぐらいのサイズ、ですね。はい、横幅6ミリぐらいで、高さがだいたい5.5ミリぐらいで切り出して、はい、裏側はこのようにですね、表側はこっちで、裏側に両面テープがこのクッションラバーにはついているので、これを使ってそのままこんな形でですね、台座に乗っける感じで、背面側に両面テープを貼り付けて、よいしょ。こんな感じで、こんな感じですね。縦で見ると、こんな感じで、こう貼り付ける感じですね。しっかりと押し付けて貼り付けてやれば完成です。たったこれだけでトリガーストップが実現できます。はい、それで両サイドの、トリガーストップ付け終わったらですね、ちょっと一度動作確認したいと思います。動作確認はゲームパッドテスターで行います。はい、これでトリガーを押してみて、ちゃんと数字が、少しでも上がることを確認してください。
ちょっとでも上がればそれで OK です。軽く押して数値が上がるのが理想ですね。ここで0と1を行き来するようだとちょっと怪しいので、もう少し高さを、ゴムの高さを減らすといいです。これでちゃんと動くようになったので、一度これでビッグビッグワンアシスタントの方に行ってですね、配置からトリガーに行ってもらって、で、クイックトリガーっていう項目をオンにします。両方とも。それでセーブします。セーブして反映します。はい。それでもう一度、ゲームパッドテスターで、ちゃんと機能しているかを確認します。クイックトリガーを入れると、ほんの少しだけ押された判定が出るだけで1っていう風にですね、数値がちゃんと出るようになりますので、これでトリガーストップ機能の実装が完了しました。なのでネジを締めていきます。はい、しっかり6箇所ネジ止めが終わりました。じゃあこれでもう一度打ってみたいと思います。まず、RT、LT 射撃に元に戻します。はい、で、打っていきたいと思います。やっぱ全然感覚変わりますね、これだけで。で、やっぱりだいぶ低感度なのは低感度だと思うんですね。ちょっと追いついてないような感覚っていうのがすごくあります。今の感じとかすごく低感度な特徴が出てると思いますね。バチッとエイムアシストに合わされば追っていけるんですけど、そうじゃない場合追っていくことが辛くなってしまいます。多分この感度だと近距離戦とかはだいぶですね、実戦でやると射撃訓練場だとなんとか当てていけても、実戦やるとだいぶ近距離戦いづらいって思うことになると思います。はい、まだ見てなかったんですけど、スティックの重さも測っておきたいと思います。スティックの重さは、はい、結構軽くて、だいたい 60g フォース弱っていうところですね。なので、だいたいビッグビッグワンの製品、レインボー 2SE とか、ブリッツ 2TMR とかと変わらないスティックの重さです。このあたりもすごくいいですね。ちょうどいい重さだと思います。はい、そしたらですね、デフォルト感度で、デッドゾーンは0にした状態ですね。で、レスポンスカーブ計測してみましたので、その結果を見ていきましょう。はい、これがビッグビッグワンゲールホールのスティック感度カーブ、レスポンスカーブになります。中率が0。で、右に行くほどスティックを多く倒した状態になって、上に行くほどゲームへの入力値がマックスに近づいていくっていうグラフになってます。はい。かなり低感度なグラフが出てきました。でも、この中立付近、0付近がややリニアに近くなっているっていうね。最近見たホールエフェクトとか TMR スティックのコントローラーでは見られないだいぶ特徴的なカーブになってるかなと思います。この中立付近がリニアになってるっていうのが、このゲールホールがすごい人気になった理由かなっていうふうに、理由の一つかなというふうに思います。実際ね、触ってみると確かに低感度なんだけど、意外と操作感は悪くないっていうね、そういう感じがしたんですけど、確かにそれがグラフにも現れているかなと思います。ただね、もちろん純コンとは全然感覚が違って、すごい低感度だなっていうふうには感じました。やっぱりこれもリニアに修正していきたいなっていうふうに思うところですね。最初の方に発売されたホールエフェクトスティックとしては、相当優秀なコントローラーだなっていうのがこのグラフからも見て取れるかなと思います。全然ね、デフォルト感度で使っていっても戦えるんじゃないかなっていうぐらいの感じですよね。はい、それではビッグビッグワンアシスタントの方で感度の修正を行っていきたいと思います。デッドゾーンはまず0に設定してください。このスティックセンターの方のデッドゾーンについては、もちろんデッドゾーンだからこう反応しない領域が増えていくわけですけど、スティックを倒しても反応しない領域が増えていくんですけど、この保証っていう側はですね、ソフトウェアの方でですね、ゲームとかで切れないデッドゾーンを無理やり切れるようにするっていう機能になってます。例えばフォートナイトなんかだと 5% のデッドゾーンが切れないので、このようにマイナス5ってしてやるとですね、フォートナイトのデッドゾーンがまるでなくなった
かのように操作することができたりします。ただこれちょっとね、ハードウェアチート臭いなって個人的には思うんで、あんまり使わない方がいいかもしれないですね。はい。なので、スティックセンター0にします。はい。で、リニア感度に修正するには、左側の点を18の22、右側の点を43の49っていう風に設定してください。43の49ですね。はい。これでリニアになります。ゲールホールはレインボー 2SE とかブリッツ 2TMR みたいにですね、ポーリングレートの設定とか、スティックのステップ精度の設定ができません。その点はちょっとやっぱり、旧世代機かなっていう感じがしますね。はい、それでリニア感度に修正したレスポンスカーブはこのようになりました。緑色の濃い黒っぽい緑色の線ですね。だいぶリニア感度に修正することができたかなと思います。ゲールホールはちょっとスティックの可動域が6ミリちょうどと狭くてですね、順根は 6.3 ミリあるので、ほんの少し狭いです。なので、ほんの少し、倒し切るところら辺が高感度になってしまってますが、おおむねリニア感度にできたかなと思います。なので、これで、ちょっとスティックの、操作感っていうのをですね、射撃訓練場で見ていきたいと思います。はい、そしたらトリガーストップ機能もつけてですね、ボタン設定もしっかりして、リニア感度に修正したゲールホールで射撃訓練場を打っていきます。はい、もう最高ですね。しっかりリニア感度にできたかなと思います。アップグレードをやる。はい。完璧ですね。やっぱりトリガーストップつけてあげてリニア感度に修正してあげればもう全然戦っていきますね、このコントローラー。はい、それでですね、一応テストサーキュラリティもやってみたいと思います。はい、2.7% ですね。だいぶ深淵に近いかなと思います。25% 斜めに行くぐらいでマックス入力じゃなくなる感じですね。なんでかなり深淵に近いタイプですね。これ、区形アルゴリズムとかですね、そういう設定がないので、両スティックともにこの設定で使っていくことになります。それでですね、ビッグビッグワンアシスタントの方で設定できる項目っていうのがやっぱり最新機種と比べると少なくなってますね。区形アルゴリズム設定できませんし、あとはセンタリングの微調整とかもできませんね。レギュレーターって言ったりしますよね、あれ。ボイドコントローラーがそう言ってますけど。あとトリガーの方は、あまり変わりないですかね。クイックトリガーがあるぐらいで。ボタンの配置っていうのもできます。ボタンの無効化もできますね。R3 押し込みをヌルに、こうやってヌルに設定してあげるとですね、R3 押し込みを無効化するっていうこともできますね。一応これ、例えば M1、M2、M3、M4 ってありますけど、ここに、2つの同時押しなんてこともできちゃいますね。マクロ機能とか連射機能もついているんで、その辺の拡張性は、他のコントローラーと比べても遜色ないレベルであります。私は基本そういう同時押しとかはちゃんと自分で操作したいので、M1、M2、外側の背面ボタンにはジャンプとしゃがみを入れて、内側の背面ボタン M3、M4 には、武器切り替えとピンを刺すっていうのをね、設定してます。こんな感じで設定してて、他は全部デフォルトのままで使ってますね。はい、この設定でちょっとしばらく Apex のランクを回していきたいと思います。Apex のランクを回していきましたけど、今の単発武器環境ですよね。にも全然合っててですね、ちょうどいいスティックの硬さかなと思いました。はい、こういう風にね、ショットガンとかもガンガン当てていけて、もう完全にこれ実戦で使っていきます。全くね、最新機種と比べても遜色なく使えますね。はい、
この後ね、これ、よ振られて負けるんですよね。はい。エイペックスはもう全く不満なかったです。で、このコールオブデューティーブラックオプス6ですけど、これでも全然問題なかったですね。まだまだ下手くそなんですけど、しっかりエイム合わせていけるかなと。もともとコールオブデューティーはそこまで繊細なエイムが必要っていうほどのゲームじゃないかなとは思うんですけど、スピーディーな戦闘にも対応できるスティックの柔らかさかなと思いますね。ハードポイントを確保。敵がハードポイントを取った。はい、ある程度の距離の敵もね、サブマシンガンで倒していけるかなと思いました。はい、ここまでゲールホールを見てきましたが、いかがだったでしょうか。そうですね、すごく完成度が高くて、このね、背面4ボタンっていうのもね、使い勝手は悪くはないですね。内側2つのボタンっていうのはどうしても押しづらさあるんですけど、そこまで頻度の高くないですね、ボタンを割り当てれば問題なく使うことができると思います。比較的コンパクトなサイズの本体なんで持ちやすくてですね、トリガーストップの加工とかは必要ですけど、すごく、この時点ですごく完成されているやっぱりコントローラーかなって思います。必要以上の機能はないですけど、必要十分な機能があってですね、すごく伝わっててよかったです。まだまだこれ現役で使っていっても問題ないコントローラーかなと思います。じゃあですね、最新機種、比べるとすればこれですよね。ブリッツ 2TMR っていう最新機種と比べるとどうなのかというところなんですけど、やっぱりこれも9000円ぐらいでこっち1万1000円でたった2000円の差なんですよね。それだったら私はこっちを選ぶかなっていう気はします。背面ボタンは2個だけですけど、一応ここにね、トップにボタンが2つ追加されていて、マイクロスイッチのボタンが押し心地よくてですね、一応スティックも TMR センサーになってます。遅延もこっちの方がですね、データによりますけど 2.5 ミリセカンドから4ミリセカンドぐらいと遅延が少なくて、やっぱり、より優れているかなとは思います。ただ、唯一こっちが勝っている点といえば、この持ち心地ですね。ややここのトップのボタンが押しづらい。ちょっとサイズがね、大きくなってしまってるんですよね。上から見比べると分かりやすいんですが、やや、サイズが大きいですよね。なんで持ちやすさで言えばこっちの方がいいかなっていうふうには感じました。ただですね、黒持ちとかする方はこっちの方がね、黒持ちにはこっちの方が合ってて、黒持ちはこっちちょっとね、背面ボタン押しづらくなるっていう欠点はあります。はい。こういう感じでね、薬指が下の方に行っちゃうんで、背面ボタンの押しやすさはこっちの方が優れてるかなと思います。そんな感じでね、どっちがいいかっていうのは非常にこうつけがたいんですけど、さすがに今買うならこっちの方がいいかなっていう感じはしますね。ただこっからこっちに乗り換えるかと言われればですね、ほとんどそれは好みの問題ではあるんですけど、私はこれでも全然ね、実際戦っていく場面っていうのでは、実戦ではそんなに大差は出ないかなっていう気がします。はい。そんなわけでですね、ゲールホールっていうコントローラー、すごく完成度が高い。ね、言って1年経ってないです。まだ発売されてから。1年まだ経ってないコントローラーなので、全然まだまだ使っていけるコントローラーかなと思いました。はい、それで私はこのモノルっていうサイトの管理人もやってます。口コミとかね、価格の比較とかもできるので、よかったら使ってみてください。また、もしゲールホール持ってるよとかね、他のコントローラーいろいろ持ってますよっていう人はね、口コミ書いていってくださったらすごく嬉しいです。はい、この動画が撮影できているのもね、このサイトの売り上げあってのことなので、ぜひね、口コミを書いていったりとかしていってくださったら嬉しいです。また、この動画が参考になったと思ったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。以上、モノルでした。バイバイ。